お帰りなさい。お風呂沸いてるわよ。腹が減ってるから風呂は後だ。飯にしてくれ。はいはい。これが何十年も続く、いつもの私と夫の会話。私の名前はよしこ。59歳の専業主婦だ。夫が仕事から帰る時間に合わせてお風呂を沸かし、ご飯を用意しておく。日によってどちらが先かもわからないから、どちらも用意しておかないといけない。おい、お茶。そう言われれば、はいはいと言ってお茶を用意する。40年近くこの生活なので、私にはこれが当たり前。私は高校を卒業して就職し、そこで上司だった夫と出会い結婚した。私は兄が3人いる4人兄弟の末っ子で、両親が高齢だったから、早く結婚して両親を安心させてあげたかった。それに、事務の仕事をしていたけど、正直合わなくて、学歴もない私に転職できるのかと悩んでいた頃だったから、結婚して寿退社という道は私にとって最適だ。私の結婚が決まると泣いて喜んでくれた両親。そんな両親は私に娘が生まれてしばらくすると、自分たちは介護施設に入るからと実家を私に譲ってくれたのだ。私の実家へ引っ越すことにプライドの高い夫は反対するかと思ったけど、賃貸に住んでいるよりマシだからとリフォームをして私の実家に移り住んだ。夫は家事や育児をほとんどしなかったけど、娘を成人まで不自由なく育てられたのは夫のおかげだ。だから、私が夫に尽くすのは当然だと思っていた。あんなものを見てしまうまでは。娘は結婚して家を出たので、この家には私と夫だけになった。私たちのことを気にしてか、近所に住む娘はよく顔を出してくれる。子供ができるまでは共働きをすると言って、娘は今も働いている。私たちの時代では、寿退社が当たり前だったけど、今は違うようだ。夫の分の家事もして、さらに今まで通り働いているなんてすごいと言うと、娘はきょとんとした。何言ってるの？家事は分担してるよ。娘の旦那さんは一人暮らしをしていたこともあってか、掃除、洗濯、料理もできるそうだ。仕事ができそうな人だと思っていたけど、まさか家事のスキルまで。お父さんとは大違いだよ。娘は笑いながらそう言った。娘の旦那さんも、そのお父さんも、家事をよくする人らしい。確かに、うちとは大違い。夫は、家事をしないというのが当たり前だと思っていた私には衝撃だった。あ、そういえば、お母さんにお願いがあるんだけど。何かと思うと、知り合いに家事代行サービスを運営している人がいて、事業拡大のために働き手を探しているという。お母さん、やってみない？そう言われて、私は驚いた。私には職歴なんてほとんどない。結婚してから働いたことなんて一度もないのだ。年も年だし、今から働くなんて、と思ったけど、私と同じような人がたくさん働いていると聞いて、少し興味が出てきた。じゃあ、今度詳しい話、聞いてくるね。娘はそう言って帰っていく。その夜、夫が帰ってきて、娘が来たことと家事代行の話をすると、お前が働きになんて出られるわけないだろ。と、呆れ顔で言われ、その後思い出したかのように、よしこ。あさってから出張だから支度しておいてくれよ。と言われる。また出張？最近多いわね。しょうがないだろ。これも仕事なんだから。ここ数年で夫の出張の頻度が高くなった。昔は出張なんて全くなかったのに、今では月に1回は出張だという。出張の準備をするのはもちろん私。今回も出張の準備をしたけど、ここのところ天気が悪くて洗濯物が乾いていなかったから、替えのワイシャツを1枚後で入れようと思って忘れてしまった。こんなことは今までにない。私も年かもしれないと思うと同時に、夫に恥をかかせるわけにはいかない。今ならまだ間に合うかもと思って、
家を出た夫に電話をする。夫の携帯に何度か電話をしたし、メールもしたけど、音沙汰がない。すると、夫が携帯電話を寝室に置いていってしまっていることに気づいた。あまり携帯電話に関心がない夫は、仕事に行くときもたまに忘れていく。仕事先では外出もあまりないようだから困ることはほとんどないようだけど、出張となると話は別だろう。私は慌てて夫の会社に電話をかけた。電話に出たのは夫の部下だ。出張に忘れ物をしていってしまったので、連絡を取りたいと伝えたところ、出張ですか。少々お待ちください。と言われ、私は不思議に思った。直属の部下なのに上司の出張も把握していないのかなと思っていると、すみません。会社には寄らずに出張先にそのまま向かったそうです。と言われた。夫の出張先や同行者を聞いてみたけど、それは教えられないという。会社の守秘義務がどうかと言われて、代わりに忘れ物を伝えてもらうことにした。しばらくすると、家の外に車が止まる音がして、インターホンが鳴る。会社から連絡をもらったからと、夫が一度帰ってきたようだ。私は夫に謝って、ワイシャツと携帯電話を渡した。外まで夫を送ると、運転席に乗っている女性と目が合ったので、軽く会釈をするが、向こうには無視をされてしまった。なんだか感じが悪いなと思いながら、車に乗り込む夫を見送る。夫が帰ってきたのは2日後の夕方。帰ってくるなり、風呂。というが、まだ沸かしていない。帰るという連絡もなかったから、いつ帰ってくるかもわからない。しかも、いつもの帰宅時間より早い時間だ。すると、夫は不機嫌になり、じゃあ飯が先だ。というので、急いで夕飯を作って出す。夫の前に食事を並べながら聞いた。出張どうだったの？しかし、夫はほとんど答えてくれない。働いていないお前に話したところで何もわからんだろ。私を見下しているのか、夫の口からはそんな言葉が自然と出てくる。私はため息をついた。夫は疲れていると言って、食事を終えてお風呂に入るとすぐに寝室に行ってしまう。私は娘の話を思い出し、家事代行の話、ちゃんと聞いてみたいんだけど、と娘に電話をした。結婚してからの40年、私は家事と育児しかしてこなかったから、働いてみようと思っても何もできないと思っていた。でも、家事代行の仕事なら無駄だと思っていた40年が活かせるかもしれない。娘も家を出て、家に一人でいる時間が増え、もう少し人と接してみたいと思っていたこともあり、私は家事代行の仕事をやってみることにした。夫は反対していたけど、夫が家にいる時間は家を空けないことや、家事を今まで通りきちんとするという条件で許可をもらう。仕事を始めてみると、家事をしてお金をもらえたり、感謝されたりすることが新鮮だった。娘には感謝されることもあったけど、夫と二人の生活になってからは、ありがとうなんていう言葉を聞いたことがない。帰ってくれば、風呂や飯、くつろいでいればお茶とだけ言ってくる夫に、初めて不満を持つようになる。昔はもっと会話もあったのに、いつの頃か私は家政婦扱いされていると、心のどこかで気づき始めていた。仕事にも慣れた頃、新規のお客様を任されることになった。一人暮らしの女性で、私より少し年下のようだ。女性のマンションを訪れると、どこかで見た顔だと気になったけど、思い出せない。女性は仕事があるからと私に指示を出して家を出た。仕事が忙しいという彼女の部屋は物が散乱していて、片付けから始める。しばらく片付けをしていると、何やら写真が出てきて、私は目を疑った。依頼主の女性の隣に写っているのが、夫の姿だったからだ。
そこで私は、この女性は、夫が出張で忘れ物をして家に立ち寄った時、車を運転していた人物だと気づく。この写真を持って帰ることはできないから、今は私の胸に留めておこう。私はそう思って複雑な思いのまま仕事を終えた。その日の夜、夫が帰ってくるなり、明日出張になったから急いで用意してくれ。という。また出張？私が言うと、夫は機嫌が悪そうに、仕方ないだろ、仕事なんだから。ただ家事をして金をもらっているようなお前と違って、こっちは大変なんだよ。と言った。この人は、私を見下していないと生きていけないのか。私は夫に対して、だんだん腹が立ってきた。夫が出張に出た日、私は意を決して、夫の部屋に入る。夫の浮気を疑う日が来るなんて思ってもみなかった。それは夫も同じだったのか。浮気の証拠はあっさりと見つかる。この間、あの女性の家で見た写真と同じものを夫が持っていたのだ。引き出しの中には何枚もの写真が入っている。それに浮気相手からの手紙も発見した。うちの嫁はただの家政婦。お前を愛してると言ってくれたことがとても嬉しかった。などと書かれた手紙だ。あの女性の名前が書いてあるし、浮気で間違いないだろう。私はとっさに娘に相談した。たまたま休日だった娘はすぐに来てくれるという。すべてを娘に話すと、娘は私以上に怒ってくれた。お母さんはどうしたいの？と娘に聞かれて、私は初めて私にも選択権があると気づいた。そして私は離婚をしたいと娘に言う。私には家事しかできないけど、まさか夫に家政婦だと言われているとは。悲しみよりも怒りの方が勝った。尽くしてきた夫に裏切られたんだ。そう思うと一刻も早く夫から離れたくなる。娘にはそう思うなら家を出て自分のところに来てもいいと言われたけど、娘の旦那さんを巻き込むのも申し訳ないし、何よりこの家は私の家だ。この家に夫を残していくのが嫌だった。でも出ていく方が早く離婚の決着がつくかと思い、引っ越しやマンションを借りる準備を始めた。娘が弁護士を探してくれて、私は本格的に離婚に向けて動き出す。1週間後、弁護士にも相談し、証拠も集まったので、私は離婚届を書いた。帰ってきた夫に切り出す。離婚してほしいんだけど。すると、夫は鼻で笑った。は、なんだいきなり。離婚してどうするんだよ。ろくに働いたこともないお前が、一人で生きていけるなんて思ってるのか？その言い方が悔しくて、私は泣きそうになりながら口を開く。それでも、浮気している人と暮らすよりマシだから。夫は笑った。浮気？何言ってるんだよ。俺のは浮気なんかじゃない。あれは恋人だからな。つまり本命はあいつで、お前はただの家政婦だ。10年以上も気づかなかったお前が、今更何言ってるんだよ。気づかなければお前はこの家の家政婦として、何の苦労もせず生きていけたのに、残念だな。浮気を否定すらしない。こんな最低な人だったのか。私が離婚届を差し出すと、夫はそれをひったくり、何のためらいもせず記入して、私に突き返した。俺はいつ離婚してもいいんだ。明日まで待ってやる。離婚するならこの家を出て行け。そう言ってお風呂に向かった。翌日、私は何十年も続けてきたことを初めて破った。夫の朝食とお弁当の準備も、夫を起こすこともせず、朝早くに家を出る。夫がいつも起きるのは7時。私はその前に家を出て近所のファミレスに入った。なんて新鮮なんだろう。人もまばらなファミレスで朝食をとる。私にはその光景が非日常で、なんだか素敵に見えた。
しばらくすると、携帯に何件も着信がある。夫からだ。メールの苦手な夫は大抵電話をかけてくる。どうせ出たところで罵倒されるのがオチだ。私は無視して電源を切った。ファミレスでゆっくりとしてから私は役所に向かい、役所が開くと同時に離婚届を提出した。夫が仕事に行っている間に荷造りをしようと一度家に帰る。すると、まだ夫が家にいた。どこに行っていたんだ？お前のおかげで遅刻だ。こんなんじゃもう会社に行けないから病院に行くことにして休みを取った。そりゃ自力で起きたことのない人が起きられるわけがない。でもだからって仕事を休むなんてすごい発想だ。私は言い返す気にもなれず、夫を無視して荷造りを始める。そうか、出て行く気になったのか。じゃあこれからはあいつを家に呼ぼう。あいつとは浮気相手のことだろう。私を追い出して浮気相手とここで暮らすつもりなのか。それを聞いた瞬間、私は堪忍袋の尾が切れた。そうやって、ずっと私を馬鹿にしてたのね。弁護士にももう相談してあるの。浮気の慰謝料もきっちり請求するから覚悟しておきなさいよ。そう言うと、夫はまた笑う。弁護士？そんなのこっちはすぐに有能なのを雇える。お前に勝ち目なんてないからな。私は、ここまで馬鹿にされているのが悔しくて、言い返そうとした。その時、いきなり夫がお腹を押さえてしゃがみ込んだのだ。何事かと思ったけど、本当に痛いらしい。一瞬このまま置き去りにしようかと思ったけど、このまま立ち去ったら私に何か不利なことがあるかもしれない。あまりにひどく痛がっているので、私は救急車を呼んだ。救急車はすぐに駆けつけてくれた。聞かれたことに答え、夫を見守る。夫は救急搬送されることになった。救急隊員は私を見て、奥様もご準備を、と言ったが、私はきっぱり言った。もう赤の他人なので無理です。救急隊員は不思議そうな顔をしていたが、何かを察したのか、付き添いはなく搬送されていった。その時の夫の顔は、妙に情けなくて笑ってしまう。娘に連絡をすると、娘が病院に行ってくれることになった。どうやら夫はしばらく入院するようだ。とりあえず、命に別状はないとだけ聞いて、詳しいことは聞かなかった。聞いたところで、もう赤の他人だ。変に情が湧いても困る。娘にそう言うと分かってくれた。荷造りの続きをしていると、また夫と浮気相手との写真を見つけてしまった。なんと、リビングの引き出しの中にも置いてあったのだ。そこには私と夫の結婚指輪もしまってあって、夫がそこに恋に入れたのかはわからないけど、今まで気づかなかった私はどうかしている。そう思うと同時に再び怒りが湧いた。仕方なくこの家を出て行こうと思ったけど、私がこの家を出て行って終わりになんてさせない。夫がいない今がチャンスと思い行動に移す。夫の荷物はレンタル倉庫にまとめて預けた。半月後、私が新しいマンションで生活を始め、仕事を終えて携帯を見ると、着信履歴に夫の名前がずらりと並んでいる。思わず携帯を落としそうになっていると、また着信があった。仕方なく通話ボタンを押す。おい、今どこにいる？なんで家に入れないんだ？夫の声が響いた。どうやら退院して家に帰ったらしい。私は笑った。退院おめでとう。そこはもうあなたの家じゃないから、浮気相手のところにでも行ってちょうだい。どういうことだ？夫は怒鳴るが、私はひるまない。その家は売りました。あなたは何か勘違いしているようだけど、その家の名義は私。自分の持ち物をどうしようと、あなたにとやかく言われる筋合いはないわ。それに、私はもうあなたの家政婦を卒業したの。すでに離婚も成立しているしね。あとはご勝手にどうぞ。離婚？半月ほど前に離婚届を記入したことを忘れてしまったのか。
それとも私が本当に離婚なんてしないと思っていたのか。戸惑っているようだったけど、私はそのまま電話を切った。その後、弁護士を通して元夫と浮気相手に慰謝料を請求。元夫は有能な弁護士なんてすぐに雇えると言っていたけど、浮気の証拠や期間が長いことなど、どう考えても負ける案件に手を貸してくれる弁護士はいなかったそうで、私はまとまったお金を手にすることができた。娘が元夫から聞き出した話から推測すると、元夫の浮気は会社でも有名だったそうで、会社に電話をした時の電話口の反応にも納得だ。実際には出張ではなく、浮気相手との旅行だったのだろう。でも離婚をした途端に元夫は妻に逃げられて家も売られたと会社で笑われるようになり、肩身が狭いらしい。同僚や部下なんて薄情なものだ。さらに元夫は浮気相手のところに行ったが、浮気相手にも慰謝料の請求が行くと、こんなはずじゃなかったと言って捨てられたという。人の夫に手を出しておいて、こんなはずじゃなかったなんてよく言えたものである。娘も浮気をしていた父親を許すことができず、その後は連絡を取ってはいないというので、どうなったかは知らない。プライドの高い人だから会社で笑われているなら、もうあの会社にはいられないかもしれない。同じ生活圏内に住んでいても出会わないので、田舎にでも帰ったのかもしれない。私には何もできないと思っていたけど、こうして家事が仕事になると、今までの時間が無駄じゃなかったと思えて、今は充実した生活を送っている。